明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日は新年会です。もうほぼほぼ飲んでますけどね。飲んでますよ。もう大阪名古屋行ったじゃないですか。行ったね。あれ年末なんだよね。行ったのね。撮影していっぱいコメントとかもいただいてるんで、いやそれすごい嬉しいなと思って、あと、私のその X の方だったりとか、なんだインスタの方とかも来たりとかして、その私の大好きなお店がシトレイチャンネルに紹介されましたみたいなのをなんかアットマークつけてやってもらったりとか、それすごい嬉しかった。じゃあまずルートさんはどうでしたか？とりあえず明けっぴ買ったなみたいなこの人ねカーディガン買ってるから多分緑ね。今日着てないわ。とりあえずね明けっぴの、ね、ファンが多いからね、明智2025やばいと。明智くん最後かっこよすぎです。スタイリングがね、結構飛ばしたもんね。その明けっぴの引き出しにないスタイリングしてたじゃん。してましたね。ちょっと面白い感じ。前として違うみたいな。そう、明智さんかっこいいとかばっかり書いてあるから面白くない。俺かっこいいのか。かっこよくないよ。何言ってんの。かっこいい。何言ってんの。視聴者のベルサーチのジャケットが楽しいってさーってさーどれがベルサーチのジャケットか覚えてます？覚えてないひどやばーこの人。でも本当でも明けっぴのスタイルのパンツがかっこいいとか、なんか僕おしゃれじゃないからなんかリアルに似合うか似合わないか分かんないじゃないですか。確かにその何でも着れるよって人ではないから。ないから新鮮だから。新鮮に。そうでもこれ何がすごいかって、僕ら浮かれてますけど、ただルートさんがすごいだけですから。まあね我々はね多分ねおんぶに抱っこだからねただ着てるだけですからこれでもその後さ結構さ名古屋とかでもやったりしてたじゃんスタイリング、で明けっぴ名古屋で、ネームドストアでジャケット、ローブみたいなの着たじゃん。バスローブみたいな。ネームドストア、はい。あれ買われたらしいですよ。売れたってこと？そうですよ。買いに行きましたって私連絡来ましたよ。マジで？そうすごないねえ、ファッショニスタファッションインフルエンサーっていう肩書きにしておきます。ディレクタースラッシュインフルエンサー流行りのスラッシュでどいだけね。売るよやらしい。今年は売るよ。変な着圧スパッツとか売らないでねそういうむくみませんみたいな、あとねいろんな国がねいっぱい来るんで、外国の方が見てくれてるってことです。そうなの。中国語だとかロシア語なのかな、ちょっと読めないんだけど、言語が読めない方もいますよ。実は海外ってこういうセレクトヴィンテージショップってないんだよ。大きい倉庫ではないけどでかいところドーン適当に置いてきます。好きなのを適当に見つけてくださいみたいな。セレクトされてないっていうことですね。その自分のが宝物を掘ってくださいっていうスタイルがデフォルトなんだけど、こういうのって少ないから、だから面白いのかなって。日本ならではっちゃならでは。そうセレクトショップも実はね日本が発祥なんだよ。なんか聞いたことありますねそれ。なんかそれの古着版だからちょっとフレッシュに映るのかなって気もする。他はどんなコメント？質問とかもあったら言ってください。そうね。でも本当は明けっぴばっかりだから次行く？いいですよ。ルートの次は接点。大阪の接点。接点もすごいいっぱい来たね。デザイナーズヴィンテージですかね。デザイナーズヴィンテージね。ここはここでまたカラーが違いましたよね。あと若手すごいっていう23歳すごいっていう山下さん、スタッフのね。そう多かったのと、あと個人的に多分このお店のファンがすごく愛情があってリツイートっていうかリポストその量がすごい多かった。本当にセット大好き頑張ってっていうお客様が多かったなっていうのはちょっと個人的に感じましたね。それはいい情報ですね。肌で感じるというか、やっぱ違うでしょ店によって、ね、店によって全然違う。反応がね。あと個人的にはその若いショップ、この山下君の司会だけど、これから頑張ってこう俺たちで頑張ってこうっていうその仲間いるじゃないですか、仲間が仲間を盛り上げようっていう感じがすごいして、それはすごいなんかキュンとしましたね。本当ですか。コメントはファーカラーコートのレイを愛していますとか、最後のスタイリングのレイさん着たやつでしょうね。ジャンポール・ゴルチエのあれは美しかった。あれはすごかった。デザイナーズブランドみんな好きなんだなって
好きなんだね。思いますよ、これ見ると。なんかデザイナーズブランドはさ、大人の人にとっては懐かしい、自分の青春を彩っただし、はい、若い子にとっては掘りがいがあるんだと思う。そうですよね。語るべきものがすごくあるからね。あとね、やっぱね、エルメスのパドックコートがめっちゃ似合ってましたとか、あれ可愛いとか。あれね、ほんと買っときゃよかったね。僕も持ってて。マジで。割るにここでシェアするんですか。月火水木金土。もう売れたんじゃないかな。かなと思う。ひよっとかなきゃよかった。ちょっとネットとかでも調べてみたんですよ、パドックコートって。僕知らなかったから。でもこの接点にあるやつが一番良かったと思う。多分リバーシブルのやつはあんまなかった気がして、違うやつで安いのとかあるんですけど、まあでもどんな程度とか分かんないじゃないですか。こうやって生で見れたっていうのは出会いだし、あと接点のクオリティ全部いいよ。ああ、良かったですか。物のコンディションをすごい精査してるんだろうなって。90とか80とかでやっぱちょっと悪くなったりとかするじゃない。それが一切ないのをピックアップしているから、そこはクオリティ担保されるのは良かったなって。いや、買っとけばよかった。まだありますかね。そう、山下さん見てるか分かんないけどビデオレターみたいになってるから。そしてここもすごかった。オットナンバーズ。オットナンバーズ。奇数って意味ですよね。そう。ここ一番すごかったのは、私これの YouTube 上げるときに私のインスタの方でも上げましたっていう、簡単なね、すごいリールをダイジェストで作ってるんですけど、リールの数すごかった。伸びがいいくらいな。コメント数もね50件で全然違うね。はい、このお店最高ですねとか、レイさんのスタイルがめっちゃ好きとか、レイさんのスタイルが意外だったけどお店らしい締めポイントがあって可愛い。明智さんが初めてかっこよく見えました明智さんいつもの保守的なスタイルも好きだけど攻めたファッションも似合いますね。ほら、なんかあなた自分のコメントばかり読んでない。しょうがないなちょっと自分のコメント優先してません？明智さんがめちゃめちゃおしゃれでした。あなた自分のコメント優先してない？でもなんか我々のチャンネルとしてはこのテーラーを織り交ぜてくるっていうのはちょっと新鮮じゃなかったですか？新鮮でした。あんまり通ってないとこじゃないですか。テーラー触ってきた人のスタイリングは深みが違う。私今ね、末広さんに6スタイリングやってほしい。6個スタイリングを自分で着てもらうという。そう、たまにやるじゃないですか。あれやってほしいなって思って。じゃあ大阪行ったらあと珠玉もやってほしい。お墓まで持っていく5つのアイテムを、5つのアイテム、末広さんだったら何なんだろうもやってほしいから。相当私末広さんファンなんですけど、でもやっぱ確かにそのさっきの人とフィルター入ってるのかなと思ったけど、アケピコメント多いわ。やっぱちょっと新鮮なんですよ。でも多分すぐ飽きられるんですよ。何その自分のこと俯瞰で見るのやめよう。夏ぐらいになったらもういいよ、あいつ下げろ、あいつ出すなって言って。キンク、名古屋のキンクさんも多いね。メンズセレクトショップ行きましたね。行きましたね。こっちもメンズだったんだけど、高西さんかわいいとか、最初に来てくれた方ですね。あと店員さん全員イケメンとか、レイさんがメルメルで面白いお察しの通りですよ。私利私欲であとずっと気になってたお店なんでありがたいですとか、やっぱ行きたくてもさ、ちょっとハードル高かったりもしますからね。そういう時にこう中身が見えるから、割とそのフレンドリーに接客してくれるみたいなのが分かるといいんだろうなと思ったり。あとは今まで見た中で一番好きなお店っていうのは割と多かったですね。確かに分かりますね。僕もリアルに買い物行きたいお店かもしれない。なんでそんなにさ、このキンクさんに良さを感じたの？2階と1階で両方ともどっちのジャンルも好きで、2階の攻めた方も気になるし、年齢的にとか男性的にベーシックなやつはやっぱ好きだしみたいな、いろいろギア入ってるやつ好きだしみたいなどっちにいても何かあるやないかいみたいな。そう紀藤さんの話多いですね。1階の緑着こなしている人の玄人感分かる、憧れるとか、喧嘩してる人もいる。紀藤さん爆イケメンです、眼福。言うほどイケメンか？どっからどう見てもイケメンでしょうがイケメンかないかで。あと本当イケメンっていう言葉多いね。なんだ紀藤さんログスタイリングでもいいんですけど個人的に見に行ってくださいそれ1週間いないといけないんだよ私が次はですね、ネームドストアです。ネームドストア、
インスタの DM がすごかったです。作家さんいたじゃないですか、熊野とかアーティスト、私ですみたいなとか、あとはこの店多分ポップアップでたまにやってたりとか、なんからしいですね、そこで気になってましたとか、そこで応援してましたっていう、小原さん応援してましたって人たちとかがすごい連絡来て出て嬉しいみたいな、なんかね、もう愛されてるん愛されてるんでしょうね、大原さんね。本当そうなんでしょうね。確かにでも人柄良かったし、喋り方もうまいし、おしゃべりの仕方にもファンになりましたって人もいたね。長らくアパレルやってたって言ってて、言ってましたね。そういうのもキャリアがこうにじみ出てるというか、いいものを見てきた人なんですよね。でその人が自分で始めたから、このクオリティなんだなっていうのを文脈を見るとすごくおーっていう、なんか一朝一夕のクオリティじゃないっていうんですかね。もちろんそうですね。やっぱスタイリングに関することが多いかな。どこどこの例えば1体目のスタイリングが好きですとか3体目が好きですとか、すごいなんだこのお店は最高じゃないかとか、その初めて知ったびっくりのコメントが多いですね。なんて楽しいお店なんだとか、でリメイク面白いとかね、やっぱでもテンション上がるお店とか、やっぱ小原さんに対するコメントが多かったかな。本当お店によってさ、強み違うよね。今回の6店舗は全部違うと思いますよ。最後のポエトリーはまた配信される前なんで、ちょっとこれ撮ってる。そうなんです。ちょっとまだコメントの方はちょっとまだ取れてないんですけど、僕の中で、新人発掘の神みたいな人、高木さんの、若い子をピックアップして、その光を当ててあげて、その大きなマーケットに流すっていう中間、こういう方がいるのはすごく大事なんじゃないかなっていうポジションの人ですよ。実は昔そういう流れがとってもあったんですよ。2000年代前半とか。そうなんですか。若い子をすごいピックアップしようって、それは世界中からあったの。もうどんどんじゃあいろんな目がっていう。そうだから私ね、それ見てるからさ、現場でね、すっごいエモかった。あの DNA はまだ頑張ってやってくれてるってことはすごいなって。さあ、じゃあ大阪名古屋は面白かったってことで。面白かったね。いいですかね。あとよりもうちょっといろんな地方の面白いセレクトショップみたいなと思った。コメントで群馬のシリーズいただいてましたけど。ありましたね。ちょっとリサーチして良さそうだったら行きましょう。行きましょうよ。あと福岡も行かってよね。ありましたね。行きたいなとは思っております。頑張りましょう。お願いします。今年も。ね。はい。楽しいと思うのでよろしくお願いします。じゃあね。